どうも、新田勝と申します。このチャンネルではプラモデルの制作動画の投稿、ゲームなどの配信をしています。本日は HGUC3 ガンダムを作っていきます。今回はプロポーションとカラーリングを変更してヒロイックな感じに仕上げていこうと思います。また普段と違った試みとして1000番以上のヤスリを使わずにキャンディー塗装をしていきます。まずは頭部の延長を行っていきます。首の付け根にプラ板を貼り付けて 2mm ほど延長します。これによって首周りの可動域が広まりつつ印象が変わってきます。胴体部分は 5mm ほど延長します。上半身が全体的に寸詰まりになっているので腰回りをすっきりさせプロポーションを整えていきます。さすがに 5mm 厚だとニッパーで切るのは難しそうです。ハイパーカットソーで大まかに切ってからヤスリで成形します。こんな感じで仕上がりました。目立ちにくい場所なのでめちゃくちゃ綺麗に仕上げなくても大丈夫なはずです。次にアンテナをシャープにしていきます。大きな安全フラッグがついておりやぼったい印象を受けますね。カンナ掛けとヤスリ掛けでいい感じにシャープにしました。強度が心配ですがとりあえずは大丈夫かなと思います。次は手の肉抜きを埋めていきます。今回はプラ板を細かく切ったものを埋め込んでいきます。こんな感じで仕上がりました。普通にパテで埋めるよりもディティールアップできているような気がします。では塗装に入っていきましょう。まずは内装パーツから塗装していきます。今回もガイアカラーの EX ブラックで塗っていきます。ヤスリ掛けを600番ぐらいまでしかしていないので光沢はいまいちですし傷も目立っています。メタリックで傷が消えてくれるかかなり不安です。ガイアカラーのスターブライトアイアンを塗装していきます。スターブライト系メタリックは粒子が大きいので傷だらけの表面でも綺麗に塗れたりするんじゃないでしょうか。傷がだいぶ目立たなくなりました。細かい傷は粒子が大きいメタリックで埋めてしまうのもありかもしれません。赤の下地にクレオスのクリスタルカラートパーズゴールドを塗っていきます。クリスタルカラーは塗料を吹きすぎると濁った感じになってしまうので徹底して薄く塗っていくように心がけています。トパーズゴールドを塗装した後に EX クリアでコートしたものがこちらです。パールカラーやメタリックをきれいに発色させるにはクリアコートが必須です。レベリングも兼ねてカラナズを行うようにしています。濃いレッドの部分をクレオスの GX クリアカラーディープクリアレッドで塗装します。ディープクリアレッドは顔料系クリアですので染み出しの不安がないのがありがたいですね。2回ほど塗り重ねたものがこちらです。非常に深みのある色になってくれました。鮮やかな赤というよりはエンジ色に近い印象を受けます。派手すぎない、ちょっと落ち着いた色ですね。次は明るいレッドの部分をクレオスの GX クリアカラークリアルージュで塗装していきます。ディープクリアレッドと比較すると明るい色の塗料になっています。一度で綺麗に発色してくれました。トパーズゴールドに引っ張られてしまい少し暗くなってしまいましたが許容範囲だと思います。ディープクリアレッドとクリアルージュを比較してみましょう。同じクリアレッド系ですが色の方向性がかなり違っていますね。塗りたい色に合わせてしっかりと使い分ける必要がありそうです。アンテナなどのゴールドに塗装する部分の下地をクリスタルカラーのルビーレッドで塗装していきます。ゴールド系には赤下地と思っているのですが果たしてルビーレッドがいい選択なのかは自分でも結構疑問だったりします。こちらもトパーズゴールドと同じく一度クリアを挟んであげることで非常に綺麗な仕上がりになります。ガイアカラーのバーチャロンカラービクトリーゴールドで塗装していきます。ビクトリーゴールドは黄色みが強いゴールドになっています。こんな感じで仕上がりました。メタリック塗料なので後でしっかりクリアコートを行っておきましょう。 V アンテナの根元のパーツなどはプリズムブルーブラックで塗装していきます。落ち着いたいい色になってくれました。パール塗料なのでクリアを忘れずに拭いておきましょう。より深く綺麗な仕上がりになります。塗装が終わったのでデカールを貼っていきます。それにしても600番までのヤスリ掛けかつサフレス塗装だと傷がすごいですね。ちょっとしたワイルドスクラッチが近くで見るとすごい目立ちます。塗装面を触った感じだとザラつきや傷があるといった感じはないですしデカールもしっかり密着してくれていますのでメタリック層の傷が見えてしまっているようです。やっぱりヤスリ掛けは大切ですね。デカールの保護と研ぎ出しのためのクリアを拭いていきます。まずは砂拭きでデカールの表面をコーティングしてあげます。
最初からツヤが出るまで拭いてしまうと、溶剤が乾燥するまでの間にデカールにダメージが入ってしまいます。砂拭きであればすぐに乾くので、その心配はありません。研ぎ出しを行うためにクリアをさらに2回拭いたものがこちらです。1回目は砂拭きでしたが、2回目以降は研ぎ出しに耐えるクリア層を作るため厚めに塗っています。めちゃくちゃ綺麗にツヤが出ているように見えますが、反射が揺らいでいます。ここから研ぎ出して綺麗にしていきましょう。パーツの研ぎ出しを行います。一見綺麗ですが、ホコリも入っていますし、反射も微妙な感じがします。まずはバフレックスを使って表面の細かな凹凸を削ってしまいましょう。こんな感じに磨けました。モールドになっている部分以外はしっかりとヤスリが当たっていますね。ここから研ぎ出すことで素晴らしい反射を得ることができます。次は 3M のウルトラフィーナ目消し肌調整用コンパウンドで磨いていきます。縦と横、あとは円を描くようにしっかりと研ぎ出しを行っていきましょう。出来上がったものがこちら。1段目のコンパウンドですが、かなり綺麗に反射しています。時短を目指すのであればここでやめてしまってもいいかもしれません。2段目の仕上げ用で磨いたものがこちら。1段目よりも反射が綺麗になっているのがわかります。最後の3段目のグロスアップを行ったものがこちらです。素晴らしい光沢ですね。実際の車にも使われるものだけあって仕上がりがとても綺麗です。水性塗料とエナメル塗料を利用した部分塗装を行っていきます。まずはシタデルカラーリトリビューターアーマーを利用して肩アーマーの内側をざっくりエアブラシで塗装します。この後は拭き取りを行っていくのでマスキングはしません。拭き取りを行っていきます。マジックリンを染み込ませた綿棒で塗装を拭き取っていきます。個人的にはマスキングをするよりこちらの方が楽な気がしますね。光沢クリアを吹いた上から部分塗装をしているのもあって結構拭き取りやすいです。こんな感じに拭き取ることができました。いい感じじゃないでしょうか。次はタミヤのエナメル塗料チタンゴールドで墨入れをしていきます。同じゴールド系だとゴールドリーフもありますが、あちらは拭き取りができないので注意です。ざっくり塗ったエナメル塗料を染み込ませたキムワイプでさっと一拭き、簡単に墨入れをすることができました。ちょっとした部分塗装などもこんな感じでやっていきます。最後の組み立てを行っていたら顔のパーツがなくなっていたことに気づいてしまいました。というわけでプラバンで簡単に作ってみました。塗装してあげればしっかりかっこよくなってくれるんじゃないでしょうか。どことなくレッドウォリアーっぽいような気もします。では最後の組み立てを行っていきましょう。実は今回すごいスランプに陥ってまして、結構作業に時間がかかってしまいました。ヤスリがけを600番までしかしなかった理由もとにかく一つ完成させようと思ったからだったりします。その結果クオリティと制作速度のバランスを見直すヒントを手に入れることもできました。今まで以上にモチベーションが上がっているので次回も新たな挑戦をしてみたいです。あとはカメラを変えたりして映像の雰囲気も若干変わったりしていますが、こちらも試行錯誤を繰り返してより良い映像を作っていきたいと考えています。さてそろそろ完成ですね。動画をご覧いただきありがとうございました。感想などございましたらぜひぜひお気軽にコメントなどいただけますと嬉しいです。チャンネル登録や高評価などもお待ちしております。それでは完成動画をご覧ください。